はい、こんにちは、まさやんです。今回のテーマは、オートキャドの、リスプの、拡張機能、VLX4 の解説をします。VLX4 っていうのはですね、図面、この DWG ファイルのね、ある、え画素であったりとかですね、そういう情報をですね、扱う関数ですね。ちょっと具体的にちょっと、いろいろ解説したいと、思います。で、ちょっとね、リスクを組む前にですね、ちょっと事前準備として、オブジェクトとか、画素の設定をちょっとしていきたいと思います。まずですね、画素プロパティ管理で、画素を作っていきます。ね、説明上ちょっと必要なんで、参考にしてください。クリックして、ちょっとこれ日本語になってるんで、わかりやすくですね、レイヤーとしましょうか。はい、レイヤーと。レイヤー3と。で、3つ作ったんですけど、ちょっと色がですね、白なんで、ちょっと色変えたいと思います。マジェンタと、なんていうのかな、シアン。で、どうしようかな。イエローにしようかな。はい。こんだけ3種類作りました。で、ちょっと閉じて、で、オブジェクト内にするかなんですけど、何でもいいと思うんですけど、円と、そうですね、線分と、寸法にしましょうか。3種類ね。別にここはこだわるところではないんですけどね、説明上。円が、じゃあレイヤー1としましょう。で線が、シアン、レイヤー2か。レイヤー2。で、レイヤー3と。このような形で3つ作りました。こんな感じで説明を進めたいと思います。で、先ほども言った VLX4 っていうのをまずヘルプでね、参照したいと思います。で、VLAX4。これですね。オートリスク、アクティブ X っていうのは、あってですね。これは、CAD をね、もっと操作したり、操作できるオブジェクトということで、内部的に操作ができるんですね、CAD を。だからリスクをもっと、拡張した機能ってことなんですけど、内容としてはですね、繰り返し評価しますと。部類としては、41とか、ファイルとかの、部類に入ってきます。ですね、具体的に見ていくと、構文がこのようになってますね。関数が VX4 と。で、シンボル、コレクション。ダラダラとありますけど、これ見てもね、まずはちょっと、下の方にサンプルがですね、用意されてます。こういう形ですね。はい。で、これ、ですね、何ができるかちょっと先にコピーしてですね、すべての図形オブジェクトに対して、実行しますと、いうことなんですけど、実際に動かしてみたら分かりやすいと思います。じゃあテストファイルっていうのをね、用意してますので、はい、貼り付けと。いうことで、これで一体何してるかですね。はい、実行してみます。というふうに、ここにですね、コマンドラインのところにですね、こういうふうにダラダラと、
オブジェクト情報ですね、出てきます。まあ、F2 キーでですね、このようにウィンドウがね、出てくるんですけど、まあ、こっちの方が見やすいかな、まだ。ヒストリオコピーで、こっちの方が見やすいかな。この方が見やすいかな。まあ、こういう形で、ね、ザラザラと出てくるんですけど、そうですね。例えば、レイヤー1ですね。このような形ですね。で、あと、サークルって書いてますよね。なんで、サークルはレイヤー1でできてますよと。本当かな？オブジェクトプロパティね。あ、ちゃんとレイヤー1でできてますね。ということなんですね。こういう感じで、まあ、他に行きましょうか。例えば、これは LINE でできてますよ、と。で、レイヤー2、画素はレイヤー2でできてますよっていう。まあ、言うたらこういうダンプされてですね、オブジェクト情報がだーっと、表示される仕組みになってますね。先ほどの関数ですね。関数っていうか、プログラムのそういう動きになってます。でですね、ちょっと消しますけど、よいしょ。で、まあ、こう、いっぱいだーっと書いてるんですけど、まあ、一つ一つね、説明していきたいと思います。まず、この VLAXGET、ACAD オブジェクトっていうのをまず説明すると、これは、まず何してるかということなんですけど、これコピーして、例えばこれで貼り付けますね。ポン。iCAD アプリケーションということで、アプリケーション自身の、これなんでしょうね。ID かなんだと思うんですけど、要は、オートキャド全体を読み込んでると思ってください。ね。なんでちょっとコメントをちょっと入れたいと思いますね。どうしようかな。こうしようか。こうやって開業入れてちょっとコメントをね、入れたいと思います。こうかな。で、こうで、オートキャドね。オートキャドのオブジェクトって言うんですけど、オブジェクトを読み込み。オブジェクトって表現がちょっと、なんかいい表現が思いつかないんですけど、オートキャド自身全体を、読み込むと。でね、アプリケーション自身ですね、を読み込むっていう捉え方ですね。で、続いて、この ID ですね。この ID を次に、こいつに、この関数で読み込むと。ね。そうするとどうなるかっていうと、エンターと。次はドキュメントですね。ドキュメント、この、また ID 出てきましたけど、言ったら DWG の中ですね、次は。このドローイング1っていうファイルの、を読み込んでると思ってください。ね。これが、そうですね。現在開いている DWG ファイルのを読み込みかなというイメージですね。はい。ここまではいいですね。で、これは何してるかっていうと、
さらにこうするとね、貼り付けると、はい、次はモデルスペースと出ました。また I 出ましたけど、次はですね、DWG、読み込んで、その後、絞ってるんですね。モデル空間のデータの全体を取得する読み込みっていう意味です。だからイメージはどんどん絞ってる、条件絞ってるようなイメージですね。CAD を読み込んで、その後に図面読み込んで、複数ファイルね、開いてると、どれなんだっていう、今のアクティブな、図面を読み込みなさいっていうことですね。だからどんどんこう絞って、部屋で言うなら、部屋の、家があって、これが家だとしましょうか。家。例え話ですね。これが家だとして、ね、これが部屋というイメージですね。これなんだろうな。例えが難しいけど。なんていうと、モデル空間を読み込み。部屋の次何やろな。引き出しタンスみたいな。タンスみたいなイメージですかね。タンスの中何ですかみたいな。例えがちょっと難しいですけど。伝えるのはこんな感じですね。家、部屋、タンスみたいな。どんどん条件を絞ってるようなイメージですね。はい。で、最後は、このタンスの中の、言ったらこの ID ですよね。タンスの中の全体を、モデルスペースの全体のデータを、モデル空間のデータを読み込みかな。データを読み込み。で、それをアイテムに代入するっていうことです。で、それを、すべて繰り返しなさいよっていう個数分ね。なんで、これは表現的に言うと、繰り返し。データベース分、データ分、繰り返しみたいなことですね。変数代入か。変数代入し、データ分繰り返し。ね。で、最後にこの4アイテムに代入されたものをね、ここにもありますよね。それをダンプしなさいよという意味ですね。プロパティを表示しなさいよっていう意味ですね。プロパティを表示と。ね、そういう動きをしてます。はい、ちょっと長かったですけどね。この辺ね、最初見たときはもう何のこっちゃってわからなかったんですけど、今見てやると、ね、わかるようになってきてよかったなと思います。で、こうやってやっとね、わかったんですけど、じゃあこれでまず、もうちょっと、ちょっと変えてみたいと思います。このプログラムを使ってですね、ちょっと自分なりに変えてみたいと思います。こうやって絞っていってますけど、さらにちょっと絞ってみたいと思います。ね。で、何をどう絞るかなんですけど、こう、ね。ちょっと量多いですよね。で、何を絞ろうかなということなんですけど、画素を絞ってみたいと思いますね。このレイヤー1っていうのね、レイヤー1、2、3っていうの、ありますけど、ディフポイントも0含めて 5種類ですね。この、レイヤーだけを抽出するっていう、ね、プログラムを組んでみたいと思います。なんで、どうしようかな。レイヤーのみを表示するに改造と、いうことにしたいと思います。ではですね、
再起に見るとしたら、まずここはまあ一緒ですね。オブジェクト読み込み。で、ここも一緒。ペアね。で、ここをちょっと変えます。ね。VLGet、何に変えるかっていうと、これ、レイヤーズに変えます。ね。まあ、レイヤーって、モデル空間、ペーパー空間関係ないですよね。レイヤーと、レイヤーズと、ね、複数形にします。で、これで、まあ、画素を読み込むことになるんですよね。画素、データを読み込むってことですね。で、これちょっとコピーして、ヘルプでちょっと参照しましょうか。よいしょ。貼り付け。あ、これかな。Layers Property ってありますね。ActiveX。で、見てみると、どこにあるのかな。あ、ここにありますね。はい。まあ、Active Document、ドックの、まあ、レイヤーを取得しなさいっていう、まあ、ことですね。はい。まあ、ビジュアルリスっていうみたいですけど、VL、で、なんだ。まあ、そういうことですね。で、まあ、ここレイヤーズに変えましたと。まあ、これちょっとコピーして貼り付けてみると、はい、ちゃんと取得できますね。レイヤーズで。で、次に、この、まあ、変数はまあ、4アイテムでもいいんですけど、まあ、わかりやすいようにレイヤーズに変えましょうか。4レイヤーに変えましょう。ね。これはもう好みですけど。で、繰り返すと。ここは一緒ですね。関数なんで。で、これで保存と。ね。これで実行してみましょうか。よいしょ。引数のタイプが間違っています。VLA オブジェクト。あ、ここですね。ここはないって言ってるんですね。だからここも変えないといけないですね。レイヤーと。これでやってみましょうか。ね、トライアンドエラーですね。もうリスクはね、何回もやってトライアンドエラーって、やるしかないんでね。あれ動かないな。なんで動してるちゃんと。どう動いたね。で、これでもね、まだちょっと絞りきれてないですよね。なんかちょっと長々としてますんで、さらに、ここから絞りたいんですけど、ここでですね、ネームってありますよね。ここにネームって。なんで、ここをね、ネームに変えます。ここを変えます。ここをですね、VLA get name に変えます。それで、ここをちょっと、レイヤーオブジェクトにしようかな。レイヤーオブジェクト。まあ別に、ここはコメントなんでね、関係ないですけど。レイヤー、いいや、ここはいいや。で、これで実行すると、1個しか出てきてないですね。ということは、ここプリントにしたらいいかな。プリント違う。こうかな。これでどうだろう。出ましたね。まあ、ちょっとディフポイント2つで出ますけど、ここは、2個書くんですね。ここにね。プリント。こんな感じかな。ちゃんと出てましたね。0、リフポイント、レイヤー1、レイヤー2、3。ということで、まあ、順番がね、ちょっと、これ多分、何の順番でしょうね。ちょっとわかんないですけど。
できた順番かな。おそらくできた順番かとは思うんですけど、こういう形で、ね、ここからあとデータのどう扱っていくかなんですけどね。それはもう皆さんにお任せしますけど、ね、視聴者さんにお任せしますけど、という感じで、ね、非常に便利ですね。この、ビジュアル拡張機能ですね。これがあると、もう本当にいろんなカスタマイズがね、利用できるので、まあ、使い勝手いいと思います。はい。まあ、よかったら参考にしてください。ご視聴ありがとうございます。